あのー今って本当に世界中が NVIDIA の新しい AI チップに熱狂しているじゃないですか。そうですね。誰もが GPU の話ばかりしていますよね。あなたもきっといかに強力な GPU を手に入れるかみたいなニュースばかり目にしていると思うんです。なんですけども、もしその NVIDIA が、単なる光るランプとガラスの糸を確保するためだけにですね、ポンと20億ドル、日本円で約3000億円もの大金を出資したと言ったら、あなたはどう思いますか？いやー、普通は信じられないですよね。ランプと糸に3000億円か。そうなんですよ。でも、いくら1兆ドル規模の AI 帝国を作ろうとしても、この光のインフラがなければ、全てが完全にストップしてしまうらしいんですよ。はい、まさにその光のインフラこそが今 AI 業界が直面している、なんていうか最大の壁なんですよ。みんなエンジンばかり見ていて、燃料を運ぶパイプがもう限界に来ていることを見落としているんです。なるほど。パイプの限界ですか。ということで、本日の深掘りでは、この AI ブームの知られざる主役、光通信インフラの世界を解き明かしていきたいと思います。今回はデータセンター間の光通信を支えるルメンタムという企業の最新決算 FY26 の第3四半期のレポートをソースに分析していきます。この深掘りを聞いていただければ AI 市場の次のボトルネックがどこにあるのか、他の一歩先を行く視点を得られるはずです。さて、では早速この内容を紐解いていきましょう。まずはちょっと衝撃的な数字から見ていきたいんですが、ルメンタムの今期の売上高前年同期比でなんと 90.1% 増の、8億8040万ドルに達したそうですね。はい、ほぼ倍増です。ハードウェアの製造業で、しかも1年でここまでの急成長っていうのは、ちょっと異例というか凄まじい推測立ち上げですよね。凄ましいですよね。で、もっと驚いたのが利益率でして、一時的な費用を除いた企業の知力を示す非ギャップベースの営業利益率がですね、たった1年で 10.8% から 32.2% へと21ポイント以上も跳ね上がっているんです。約3倍ですね。EPS、一株当たり利益も 2.37 ドルと非常に強い数字でした。売上が2倍で利益率が3倍ってこれ、単純にたくさん売れたから儲かったっていうレベルじゃないですよね。例えるなら、普通の車を売っていたディーラーが突然高級スポーツカーだけを飛ぶように売り始めたみたいな感じなんでしょうか。それはすごく適応した例えですね。工場稼働率が上がったことも当然あるんですが、一番の要因は製品のミックスシフトなんです。つまり、高利益率な製品へ売上の中心が劇的に変わったんです。なるほど。質が変わったんですね。特に伸びたのがシステムズセグメントだそうですが、これって具体的にデータセンターの中でどういう役割を果たしているものなんですか？簡単に言えば、電気信号を光信号に変換して、遠くのサーバーへ飛ばすための送受信機、いわゆるトランシーバーやその周辺機器です。電気から光へ変換するんですね。はい。AI の計算って膨大なデータをサーバー間でやり取りするんですが、従来の導線ケーブルだとデータ量が多すぎて発熱しちゃうんですよ。最悪の場合、物理的に溶けたり、電力が持たなくなったりするんです。溶けるんですか？それは怖いですね。そうなんです。だから、熱を出さりに光の速さでデータを送れる光通信システムが絶対に不可欠になるわけです。このシステムズセグメントの売上が前年比でプラス 121.1% と爆発的に伸びています。なるほど。導線ではもう物理的な限界が来ているから光に切り替わっていて、それが高利益を生んでいると。市場 AI の恩恵は予想していましたが、ここまで急激な利益率の向上は織り込んでいなかったでしょうね。次四半期の売上ガイダンス中央値も9億8500万ドルと過去最高水準を見込んでいます。はい。市場の予想を完全に超えてきましたね。でもこれだけ高利益の製品が飛びように売れているなら、なぜもっと工場を建ててガンガン作らないんですか？ここからが本当に面白いところなんですが、そこが需要と供給のジレンマですね。財務データを見ると、現金及び投資合計が前期末から約20億ドルも急増して31億7230万ドルになっています。この出資元が NVIDIA なんですよね。はい、そうにです。NVIDIA を引き受け先としたシリーズ A 優先株式の発行ですね。これ単なる融資じゃないってことですよね。でも一方で、ルメンタムの CEO が決算説明会で、需要に対して供給が 30% 以上不足しているって明言しているじゃないですか。はっきりとそう言っていました。需要に対して 30% も足りないって普通に考えたら機械損失でめちゃくちゃネガティブなニュースですよね。なのになぜ NVIDIA はそんな供給が全然追いついていない会社に20億ドルも投資しているんですか？それはですね、
光通信の心臓部になる EML という高性能レーザーチップやポンプレーザーの製造がとてつもなく難しいからなんです。そんなに難しいんですか？はい。EML っていうのは極端に言えば1秒間に数百億回も点滅するナノサイズのストロボライトなんですよ。1秒間に数百億回、想像もつかない速さですね。そうなんです。これを量産するには原子レベルでの結晶成長技術が必要で、お金を積めば明日工場が建つという性質のものじゃないんですよ。なるほど。だから NVIDIA からすればこの20億ドルは単なる資金援助ではないんですね。ええ。ルメンタムの工場で作られる希少なレーザーチップを自社の GPU のために最優先で回してもらうためのいわば予約権付きの出資なんです。優先搭乗チケットに20億ドル払ったわけですか？いや、需要に対して供給が 30% も足りないというのはルメンタムの成長の足かせに見えますが、実は需給が改善した瞬間にとんでもない爆発が起きるポテンシャル、つまり巨大なバックログを抱えている状態とも言えるわけですね。そういうことです。供給制約は現在の足かせでもありますが、将来のさらなる成長余地でもあるんです。インフラの主導権がどこにあるかを示す重要なサインですね。なるほど。そしてこの力関係の変化は経営陣の言葉の選び方にもはっきりと表れているんです。今期の決算説明会で彼らは非常に興味深い3つのキーワードを繰り返し使いました。言葉の変化ですか？その一つ目がスケールアクロスですね。これまでのデータセンターって一つのラックにどれだけチップを詰め込めるかみたいなスケールアップが中心でしたよね。はい。しかし今期経営陣はスケールアクロスへの言及を明らかに増やしました。これ何を意味していると思いますか？これ先ほどの物理的な電力や熱の限界ですよね。一つの建物にこれ以上 AI サーバーを詰め込むと地域の変電所がパンクしてしまう。だから物理的に何キロも離れた別の建物を建ててそこをつなぐしかない。まさにその通りです。例えるなら一つのスーパーコンピューターの内部配線を太くする、高速道路の車線を増やすやり方から離れた都市のデータセンター同士を超高速の高ファイバーという新幹線で結ぶやり方に変わったということでしょうか。完璧にアナロジーですね。建物間の長距離をつなぐにはこれまで以上に強力で高品質な交通信インフラが必要になります。つまりルーメンタムにとってデータセンター間の接続という全く新しい、そして巨大な市場のパイが生まれたことを意味しています。需要が爆発するのも納得です。そして2つ目のキーワードがタイトロップ、綱渡りですね。これだけ需要があるのに基板や電気部品の調達が難航していて、増産計画は常切りの綱渡り状態であると経営陣は正直に認めています。楽観的な数字とセットで出てくる緊迫感が今期特有の空気を映していますよね。そして3つ目のキーワードが choices、選択です。これが最も象徴的です。需要が供給を圧倒的に上回っているため、ルーメンタムはどの顧客に優先的に納品するかを選ぶことができる強気な立場にいます。前期までこんな言葉は出てきませんでした。ちょっと待ってください。綱渡り状態と顧客の選択ってなんか不思議な同居ですよね。まるで大人気の三つ星レストランのシェフが希少な仕入れに毎日走り回って綱渡りしているのに、店の外には大行列ができているから、うちの料理を食べるお客さんはこちらで選ばせてもらいますよって言っているような。まさにその状態です。これをより大きな視点と結びつけてみると、ルメンタムが単なる部品のサプライヤーから AI エコシステム全体の英運を握るゲートキーパー、門番へと脱皮出去るステージにいることがわかります。いやー、強気ですね。でもこれだけ強気なシナリオを聞かされると逆に裏に何か落とし穴がないか気になってきませんか？市場のアナリストたちもこの輝かしい数字をただ拍手して受け入れたわけではないですよね。投資家や市場参加者は非常にシビアです。決算説明会の Q&A セッションではアナリストたちがかなり鋭い、経営陣が嫌がるような3つの急所をついています。ほう、急所ですか。まず1つ目がニーダマンドカンパニーのアナリストが指摘した供給制約の自己制御能力ですね。綱渡りだと言うけれど、その原因である EML やレーザーの基盤不足はいつ解消するんだと迫りました。はい。経営陣は工場の増産投資については強気に語ったものの、2027年に向けた外部からの基盤、いわゆるサブストレートの調達見通しについては明言を避けました。
つまり、自分たちでどれだけ技術を持っていても、原材料のサプライチェーンが外部に依存している以上、コントロールできないリスクを抱え続けていることになりますよね。ええ、そこは大きな懸念点です。そして2つ目が、サスクアハナ・フィナンシャルグループからの中国競合との OCS 競争に関する指摘です。そもそもこの OCS、高回路スイッチって物理的にどういう技術なんですか？ OCS は非常に面白い技術なんです。従来のスイッチは一度光信号を電気信号に変換し、行き先を計算し、また光に戻して送り出していました。先ほど聞いたトランシーバーの役割みたいなものですね。はい。でも OCS は髪の毛より細い何百もの超小型ミラー、鏡ですね。これを機械的に動かして光の玉を電気に変換することなく物理的にそのまま反射させて別のルートへ振り分けるんです。鏡で反射させるんですか？まるでものすごい速さで鉄道のポイントを切り替えるような物理的な仕組みなんですね。そうなんです。変換の手間がないので電力消費と遅延を劇的に下げられるんです。それは画期的ですね。ただ、アナリストはその画期的な OCS 市場において、中国メーカーが台頭してきていることを危惧していました。経営陣は、我々の技術の方が上だと技術的優位性も主張していましたが、価格競争力については全く触れていません。ハードウェア業界の歴史を見れば、どれほど高度な技術も数年経てば必ずリバースエンジニアリングされて、激しい価格競争の波に飲まれます。技術で勝っているから大丈夫という言葉だけで投資家が安心できるほど甘い世界ではありませんからね。私もそこは気になりました。中国との価格競争を技術力だけで乗り切れるのかと。そして3つ目の急所。これが個人的には一番引っかかったんですが、顧客集中リスクです。NVIDIA への依存度が高すぎるんじゃないかという懸念ですよね。はい。20億ドルの出資は確かにすごいですが、NVIDIA って過去にもサプライヤーを激しく競わせて、不要になれば容赦なく切り捨ててきた歴史がありますよね。今はチョイスズなんて強気なことを言っていますが、数年後に NVIDIA が別のサプライヤーを自前で育てたりしたら、ルメンタムは一気に箱を外される巨大なアキレス腱を抱えていることになりませんか？一見するとおっしゃる通り、それが最大の弱点に見えます。経営陣も依存度の具体的な数値開示はしませんでした。しかし、光通信の最先端市場を物理学の視点から見ると、NVIDIA にもルメンタムから逃げられない事情があるんです。どういうことですか？それが次期に向けた重要な革命ポイントである次世代 1.6T モジュールに関わってきます。 1.6T ですか？はい。現在主流の 800G からさらに倍の速度を持つ 1.6T の時代に入ると、光トランシーバーの発熱量が限界を超えてしまうんです。また熱の問題ですね。そうなんです。すると、レーザーの光源だけを熱源から遠ざけてシステムに組み込むような極めて特殊な技術が必要になります。そこでルメンタムは 1.6T 製品の約 20% に自社製の CW レーザー、連続波レーザーですね。これを搭載する計画を進めています。なるほど。速度が上がりすぎて物理的に燃えちゃうから、高度な自社製レーザーを内製化できるルメンタムの技術力が NVIDIA の次世代 GPU を動かすための唯一の選択肢になりつつあると。そういうことです。内製レーザーは外部調達よりはるかに利益率が高いですから、もしこの計画が予定通り進めば、システムズ部門の利益率は今の 32.2% からさらに跳ね上がる可能性があります。NVIDIA が他社に乗り換えたくても、物理的に 1.6T の熱と通信速度を処理できるサプライヤーが他にいなければ、関係は維持されるわけですね。利益率のさらなる向上、これは次回の決算で確認すべき楽しみな指標です。そしてもう一つの仮説としてレポートで指摘されていたのが、ルメンタムのバランスシートの変化です。スキン・イン・ザ・ゲーム、当事者性という言葉が出ていましたが、はい、これはどういう意味でしょうか。通常、部品メーカーは自分たちで借金をして工場を建てますよね。しかし、ルメンタムは今、我々のレーザーがどうしても必要なら、あなたたち顧客